ローでも、まあ同じですね。それが、このドラッグブレーキがついてると、これ今離しました。離しました。こんな感じで、ビタッと止まってくれるんですよね。これは、面白くないですか？この子がですね、やだやだって押されたことに対して、ちょっと止まろうとするんですよ。プロポは操作してないんですけど、これをここに、下り坂に置いただけで、ゆっくりゆっくりこう、降りていく。こういう動きができます。こんにちは、レイトです。今回は WPL Japan のカスタムパーツをご紹介させていただきます。こちらですね。WPL Japan ブラシモーター用 ESC、ドラッグブレーキ機能付きスロースピード強化タイプというものなんですが、これがですね、なんと、WPL 純正の ESC になります。ただ、ノーマルの RTR モデルのプロポセットとの互換性はありませんので、その点はですね、ご注意ください。つまりですね、RC カーで使える汎用のプロポセットが別途必要になります。まあ、ある程度ホビーラジコンに慣れている方は、そういうことですねっていう、そんな感じだと思うんですが、初心者の方の中にはですね、どういうことっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、まず最初に注意点として、そちらをお伝えさせていただきます。ちょっと、そのあたりの詳しい説明っていうのは、WPL フルアクション化プロジェクトっていう、動画をその1からその5までか上げてあるんですけれども、まずですね、その1の方から見ていただければ、ある程度詳しくご紹介させていただいてますので、よくわからないなという方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、よければそちらも合わせて、チェックしてみてください。というわけで、こちらの ESC ですね、簡単に言うと、ノーマル車体があって、そこにこれを載せたいよという場合にはですね、単純にこれだけ用意して載せるっていうのができないですね。別で、プロポセットが必要になります。はい、もうそういう時にいつもご紹介させていただいているのがこれですね。純正のプロポと別でこういうものを用意しないといけないと。で、これ今ちょっとプロポだけですけど、これと受信機っていうのがセットになってるんで、これうちでもお取り扱いありますので、よければこちらもチェックしてみてください。はい、というわけで、ちょっとこの ESC の方に話を戻すんですけど、どうしてもこのちょっと ESC とかが絡んでくると前置きが長くなっちゃうんですが、特徴ですね、ご紹介させていただきます。まず一つがですね、ドラッグブレーキ機能付き。あとは、二つ目、超低速走行向けにチューニングされてますというものになります。もうこの2点がもうめちゃくちゃ良くてですね、詳しい方ですと、マジみたいな。いいじゃん。実際どんな感じなのみたいな。そんな感じだと思うんですけど、ここで、どういうことみたいな、そういう方ももちろんいらっしゃると思います。で、もちろんそれ、ご説明させていただくんですが、これはもうどちらも見ていただくのが早いので、ちょっと実際にですね、動かしてみるので、動きを見ていただきながらですね、説明させていただきます。で今回、その ESC がですね、この2台にそれぞれどちらも搭載されています。で、ちょっと動かしてみますね。じゃあ、ちょっと今回、低速走行ですね。主に低速走行がこんなにすごいですっていうところを見ていただくんで、ちょっと卓上でのみっていう感じで動かしてみるんですけど、またちょっと改めて外で走らせる動画っていうのは、別の動画で上げようとは思ってるんですが、ちょっと今回この机の上だけでお願いします。じゃあちょっとローギアで動かしますね。こんな感じ。これがゆっくり動かせますよっていう。で、そんだけって感じかもしれないですけど、ちょっとここから、すごいんで、ちょっと見てください。ですね、低速のまま結構トルクが出るんですよ。ちょっとめっちゃ適当に作ったやつなんですけど、この角材ですね。例えば、こうアプローチしますよね。こういって、ここにつけましたと。で、ここから、この低速のまま、モリモリモリっと進めるんですよ。こんな感じ。これが結構、実際に遊んだことある人はわかると思うんですけど、この低速で、そのまま、こうトルクがある状態で、こう乗り越えていくって結構シビアな操作が必要なんですけど、今、特にあんまり気にせずに、スロットルをちょっと握った状態で、そのまま通過してるって感じなんですね、これ。これすごくないですか、これ。こ
こんな感じで結構低速のトルクが、失われていないって言い方ちょっと変ですよね。結構気にした状態でチューニングされてるっていうか、低速を重視されてる。まあでもトップも全然出ますけどね。低速のトルクが上がると、じゃあトップスピードは弱くなるのっていうと、決してそういうわけではないんですけれども、一般的な ESC ってやっぱりスピード出して走るっていうのが前提で設計されてるのが多いんですけど、これはですね、さすが WPL 純正っていうところで、この下ですね、遅く走らせた時のトルクっていうところを、犠牲にしないような形でチューニングされてますね。はい、じゃあ今度ドラッグブレーキについてご説明させていただくんですけど、こっちがドラッグブレーキの機能をオンにしてあります。この緑の方が。で、こっちがドラッグブレーキの機能はオフになってます。で、ちょっと、まず平坦な、この卓上ですけどね、この平坦なところでちょっと違いをまず見ていただきたいんですけど、じゃあまずこっちを、ハイギアですね。ローギアじゃなくてハイの方に今入ってる状態で、まあこれはいわゆる普通のラジコンですね。こう加速した後に惰性でスロットルを入れて急にスロットルを抜いた状態。その時に惰性でしばらく進みますよね。こんな感じで。今この真ん中あたりでスロットル抜いてるんですけど、キュイーンといってそのままウィーンって感じでしばらく惰性で進んでるのがわかると思うんですけど、続いてこちらですね。こちらがドラッグブレーキオンで、スロットルを抜いた瞬間にそのスロットルを抜いたっていうことに対してブレーキがかかるんですね。自動的に。ちょっとそれを見ていただきたいんですけど、こんな感じです。今スロットルオンオフを、ちょっとわざと荒っぽくやってるんですけど、こんな感じでスロットルを抜いた瞬間にブレーキがかかるんですね。で、あと、これ手で押した時もですね、ちょっと逆らってきます。これ今、押しても、この子がですね、やだやだって押されたことに対して、ちょっと止まろうとするんですよ。ちょっとスイッチ一回切ってみますね。この状態だと、押した時に、これ、ちょっと一応補足なんですけど、今、ハイギアは実車でいうところのエンジンブレーキがかかりにくい。で、ローギアはエンジンブレーキがかかりやすい状態なんで、今、ハイにしてます。で、ハイだとこんな感じで転がるんですよね、ある程度。こんな感じで。で、これを、ちょっとスイッチオンにまたしますね。スイッチがオンの時に、プロポ触ってないんですけど、押しますね。全然違いますよね。もう、えいって押しても、さっきと同じ力で押してるんですけど、止まろうとするんですよ。やめて、みたいな。で、これが、ロッククローリングの、ジャンルというか、そういう領域で遊びたいなっていう人にとっては、めちゃくちゃ便利でですね、例えば下り坂をゆっくり降りたいっていう時に、このドラッグブレーキがないと、ちょっとスロットルを入れた時にですね、そのまま惰性でゴロゴロっといっちゃう時があるんですけど、これは、落ちようとする力に対して、反発するっていう機能がついてるんで、急な下り坂とかギャップとかを降りようとする時に、ゆっくり行けるんですよ。ただですね、ドラッグブレーキがない、マシンでも、ローギアに入れてる場合は、ドラッグブレーキに似たような現象っていうのは期待ができます。っていうのは、ちょっと詳しい方だと分かると思うんですけど、ギア比が、ロー側に振られている状態っていうのは、さっきもちょっと言ったんですけど、実車でいうところのエンジンブレーキがすごいかかりやすい状態なんですね。ちょっとそれもやっておきましょうか。これ今ハイギアでスイッチ切りました。こんな感じで惰性で進んじゃうんですけど、ちょっと一回スイッチ入れて、で、ローギアに入れました。で、スイッチ切ります。で、さっきと同じように惰性で進ませようとしたときに、こんな感じで結構エンブレが効くんですよ。
エンブレじゃないですけど、エンジンないんでギアボックスの、タイヤをこういう力でこう回したときに、タイヤ側から動力が、普段はモーターから来る動力に対して、この押された状態っていうのは逆ですよね。タイヤから動力がモーターまで伝わるんですけど、そこのギアの抵抗が増えてる状態なんで、実車でいうとこのエンブレがすごく強い。実車もそうじゃないですか。例えば4速で走ってて、3速、2速と落としていくと、ブーン、ブーンっていう感じで、エンジンブレーキが強くなっていくと思うんですけど、それと理屈は一緒です。ただ、これを ESC で強制的に、ブレーキをかけてくれるっていうのがこのドラッグブレーキで、全然これに比べてもっと強烈に効果があります。決定的に違うのがこういう状況ですよね。例えば急な下り坂にいると。で、これ今、ちょっと先にドラッグブレーキありで行きますけど、ゆっくりこれを降りていきたいときに、こういう動きができるんですね。これ、ブレーキ使ってないですよ。アクセルオン、オフだけで今操作してるんですけど、アクセル入れる、抜く。入れる、抜く。それだけで、急な下り坂を、実車でいうところのブレーキかけながらですね、ゆっくりゆっくり降りていく。こういう動きができます。これ手で押しても、こんな感じでタイヤは止まってるんですよ。じゃあこれ、これでやってみますけど、そうですね。置けないですね。この下り坂に車体置いたときに、これアクセル何も今操作してないですけど、これプロポですね。プロポは操作してないんですけど、ここに下り坂に置いただけで落ちちゃうんですよ。ただ、これも、一応ローに入れる、今ちょっとハイに入ってたんで、ローギアに入れますね。あ、ダメですね。さすがにこの急な下り坂だと、いや、これ、すいません。さっきローだ。ローでもう転がっちゃってましたね。これハイになったらもっと簡単に転がっちゃいますね。で、これ上りも同じことが言えますね。ちょっとこっちから行きますけど。アクセル、スロットル入れて登ってく、離す。もうこうなっちゃうんですよね。登ってる途中で、アクセル離すと、もうこうなっちゃうんですよね。ちょっと今、ハイでした。ローで。ローでも、同じですね。こんな感じで、アクセル抜いた瞬間、下がっちゃうんですけど、それが、このドラッグブレーキがついてると、今離しました。こんな感じで、ビタッと止まってくれるんですよね。これは、面白くないですか？操作するの。こんな感じで。下がるときも一緒ですね。こんな感じで。で、このドラッグブレーキも、いいことばかりではないですね。デメリットとしては、さっき見ていただいたように、スピードに乗ってビューンって走ってる状態で、スロットルをグッと抜くと、ブレーキがグンってかかっちゃうんで、例えば広い場所でビュンビュン走らせて遊びたいよっていう時には、ちょっと操作がしにくいです。特に慣れていない方、スロットルをラフに離しちゃうと、もうギューンって止まっちゃうんで、なのでちょっと用途にはよるんですけど、もう、いわゆるロッククローリングをして遊びたいっていう方にとっては、もうめちゃくちゃいいですね。もう慣れちゃうとないと嫌だっていうぐらいすごく便利ですし、操作していて楽しいですね。本当に、さっきもちょっと言ったんですけど、ギャップとか急な下りのところを降りるときに、ゆっくり行きたいっていうときに、アクセルを、スロットルですね、スロットルを入れて戻すっていうのを繰り返すだけで、勝手にブレーキかかってくれるんで、かなりリアルな挙動で慎重にアプローチして、で、ゆっくり降りていくっていうような動きが簡単にできるようになります。はい。あとちょっと突然なんですけど、これが、
ブレーキ機能のオンオフ、オンオフができる機能がついてるんで、それだけご紹介しておきます。左がオンですね。で、右がオフなんですけど、これ実物見ていただくとわかると思うんですけど、基板の端っこにですね、ジャンパーピンって言って、3本のピンに対して、その3本のピンのうち2本をつなぐみたいな、そういうものがついてるんですよ。で、これ、実際にですね、販売サイトの方にも説明は記載しておきますので、そちらを見ていただけば、問題なくわかるとは思うんですけれども、これちょっと拡大しすぎてわかりにくいかもしれないんですけど、実物見るとわかります。で、購入して最初はブレーキがオンの状態なんで、ドラッグブレーキオンで使いたい場合は、これ何も気にせずそのまま使っていただければ大丈夫です。で、実際使ってみて、ドラッグブレーキなしの方がいいなという場合は、その機能をですね、オフにすることができるんで、その場合はこのようにですね、ジャンパーピンっていうのを一回抜いて、作業は慎重にやってくださいね。ピン曲げたりしないように。それを、サイトにも載せておくので、それを見ながらですね、ピンの位置を変えていただくという形で、対応お願いします。はい。というわけで、今回ですね、この ESC について、超低速でもトルクがもりもり出ますよというのと、あとはドラッグブレーキについて解説させていただいたんですけど、ちょっと今回どうしても卓上でのみっていう形だったので、また別で外で走らせてこんな風に違いますよっていうのは別の動画で上げたいとは思います。はい。では今回の動画以上になりますが、この ESC の乗せ替え自体がですね、やっぱり結構慣れていない方にとっては、ちょっと難しい部分もありますので、動画の途中でもお伝えしたんですが、そもそもの ESC の乗せ替えっていうところの、詳しいやり方については、以前にですね、フルアクション化プロジェクトっていう動画で、その1からその5まで、ちょっとそれも長いんですけど、そこで詳しく解説させていただいてますので、それを参考にしていただきながら、その動画はフルアクション化なんで、ESC 乗せ替えて、さらに、これはついてますけど、このウィンチですね。このウィンチを動かすとか、ミッションを変速するとかっていうところも解説してるんで長いんですけど、そこに含まれるその ESC の乗せ替えですね。そこを特に見ていただければと思います。はい。というわけで、今回の動画以上になりますが、もうこの ESC を使うと、正直かなり、楽しくなりますし、本格的な操縦を楽しめるんじゃないかなと思いますので、すごくおすすめです。では、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。